皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の18日、火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、今日はちょっと極端に遅れましたね。日本時間のもうほぼ夜の11時ということで、22時59分ということで、いつもより、1時間ぐらい、えーと、11時だから1時間半か。予定よりも1時間半遅れましたね。申し訳ありませんね。ということで今日のワイワイニュースライブのメインテーマは何かというと、日本国憲法第25条生存権、すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するという立派な文言が書いてあるんですけど、歴代自民党政権を含めて、政府はこの権利を字面だけでですね、本当に保障するってことはなかったんですね。それじゃあ本当にこの立派な25条の生存権を保障する政府とは一体何なのかという非常に重要な問題を今日は取り上げるということで、その第1回目ですね。ということで、ワイワイニュースライブ、通算でちょうど2800回になりますね。ということです。ちょうど7年前の2012年の6月の25日にこのワイワイニュースライブをツイキャスで始めたんですよね。それ以来通算で2800回ということです。今日も一元放送で、音声も映像もですね、問題なく配信されているということですね。ということで今日の最初のコラムですけど、最新のお知らせで、昨日ですね、昨日のメインテーマ、英国民はEU 離脱ブレグジットという国民の運命を左右する重大問題を最終決定する次期首相をなぜ直接選挙で選ばないのかというイギリスだけの問題じゃなくて、いわゆる議員内閣制というとんでもない制度によって、いわゆる国会の多数派の政党が同時に、首相を行政権力のトップである首相を代表者が首相を兼ねるということで、その段階で国権の2つの国権、国会とから内閣を一人の人間が独占支配するというのが正体なんですね。でその正体がなかなか分かんないと。一見なんか民主主義的な、国民の総意が反映された国会で選ばれた代表者が行政のトップをするのが当たり前じゃないかという全くの間違ったいわゆる風説ですよねが一人歩きしちゃってるということが今回のブレグジットに関してこれほど国分をですね、英国の国能を二分し、対立を先鋭化させているという重大な問題に関して、もう期限が迫ってますんで、次期の英国首相っていうのはおそらく、強硬派の誰でしたっけ、元の前外相ですよね。彼が首相になった場合は合意なきブレグジット EU 離脱を強行するだろうと言われてるんですね。ということで、そうか、それで昨日のジョンソン前外相ですね。で、昨日のテーマをこのように表紙にしていただきました。なぜ直接選挙で選ばないのかと。日本もそうなんですね。
日本の場合は、昨日の放送の中で言いましたように、2つの国権どころかですね、憲法第6条の第2項で、天皇の名において内閣総理大臣は最高裁長官を任命するという、だから三権分立なんて一体どこに書いてあるのと。日本国憲法には三権分立の原則なんか書いてないですよ、どこにも。でも学校では三権が分立してお互いの権力が暴走しないように、規制し合っているという全くの根拠のない嘘を我々は真面目に、勉強させられたんですよね。だから高校の歴史とか政治社会科の教師の責任というのは非常に重いですよね。ちょうどあれですよ、教会の牧師みたいにして、聖書の言ってることは絶対正しいと。だから文部省が国定教科書ですよねが認めた政治とか政治とか歴史とか経済は正しいんだということで、我々はそれを信じ込まされ洗脳されてきたということなんですね。何でしたっけ。そういうことですね。昨日の現時点での総視聴者数ですね、ツイキャスが279名様、YouTube が338名様で617名ですね。ということです。そして明日水曜日は語学研修のために、ワイワイニュースライブの放送はお休みさせていただくということです。今のところをアップしますね。これか。そして明日の放送はお休みさせていただくと。で、今日の画像ですね。最初の画像はついに香港で100万人200万人のいわゆる逃亡犯を容疑者を香港で逮捕した容疑者を勝手にですね香港から中国に移送できるという逃亡犯条例の改正に対して、この香港のトップ林鄭香港行政長官が撤回を言及したんですね。だからやめるというふうに、記者発表はしてないですけど、彼女が対談した今日のトピックスで取り上げますけど、ちょっと待ってください。香港政府トップの林鄭行政長官は17日、教育関係者らと面会し、香港で身柄を拘束した容疑者の中国本土への移送を可能にする逃亡犯条例改正案について事実上の撤回に等しいと述べたと、こういうことなんです。で、18日付の香港紙が伝えたと。同紙によると、林鄭長官の2022年までの在任中、改正を再び提起することはないと話したという。これですよ。だから勝ったんですよ。民主の力が勝ったという、すごいですね。日本も頑張んなくちゃいけないですね。それから2つ目が、これはハンギョレのトピックスでも取り上げますけど、韓国の次期、検事総長候補にこのユン・
ソギョルソウル中央地検庁が指名されたということなんですね。彼はですね、要するにパク・クネ前大統領からイ・ミョンバク元大統領の国家権力犯罪を彼が主導して摘発してきたということで、いわゆる政党とは関係なく権力犯罪に対しては徹底的に追及するという最前線で、戦ってきた人が韓国の、文政権によって、検事総長に抜擢されるということなんですね。日本にはこういう人いないんですね。全部安倍の番犬になり下がっちゃってるということですよね。ということで今日の画像は2つですね。香港はすごいですね。最低100万必要でしょうね。首相官邸を取り巻いて100万人200万人が年金返せと。アベノミクス700兆円返せと。海外にばらまいた120兆円以上の海外援助を返せと。で100万200万人の日本国民が首相官邸を取り巻くということが必要でしょうね。だから1960年安保の時は30万と言われてますけど、それでも少ないんですよね。100万人ですよね。ということです。皆さんからのコメントですね。イルミナティ研究会さん、お茶バック10ですね。寒川さん、お団子ですね。からヨーヨーさん、コンティニューコイン。キララカットさん、コンティニューコイン。のこのこさん、お茶バック10、ヨーヨーさん、お団子。から砂ずきんさん、これは放送の前ですね。湾岸戦争、アメリカの自作自演と。大体戦争はそうなんですよ。謀略なんですよ。謀略で、全ての戦争は大規模戦争は起こると。テロもそうだとですね。それからタンカー襲撃事件、これとよく似ていると思いますと。トンキン湾事件。なるほど。だイランに見せかけて CIA がやったと、アメリカがやったという可能性はあると思いますね。それから砂月さん、日本女性の課題、人権意識の低さ、レイプ文化、容認体質、これは日本女性の特質じゃないんじゃないですか。日本国民の特質じゃないですか。女性だけじゃないですよね。日本国民人権意識が低いと。それからレイプ文化を容認する体質っていうのは日本女性の特質じゃなくて、日本国民、特に日本の男性ですよ。男性の特質ですよね。これちょっと間違ってますよね、これね。誰でしたっけ。本沢二郎さんか。からミルキーさん、フランスマクロン大統領とカステネ内務大臣が国際刑事裁判所に提訴されると。黄色いベスト運動で人道に反する罪ということで、すごいですよね。片目失明したとか、あるいは指を失ったという人が数十人単位で出てきてるんですよね。だからまさにそうですよ。刑事訴追、国際刑事裁判所、ここに訴追したっていうのは当然でしょうね。K さん、コンティニューコイン。内山純一さんがコンティニューコイン。お茶バック10とコンティニューコイン2枚ですね。ありがとうございます。そして今日の注目情報ですけど、今日のメインテーマと関連しますけど、長州新聞でなかなかいい記事なんですね。コラム狙撃兵、それを言ってはおしまいの老後2000万円問題という、これぜひ読んでください。100年持つ年金制度とかなんか言ってたんですよね。あれどうなったんだよ。
全くの嘘っぱち、大嘘じゃないかと。責任取れって言うんだよね。100年持つと。あれと同じですよ。日本の原発は世界一安全基準が厳しいんで、全電源喪失っていうのはありえませんと。2006年12月の国会答弁で吉井共産党議員の質問主意書に対して安倍は公然と大嘘をついたんですね。そのおかげで5年後、大津波15メーター以上の大津波が来て全電源喪失したということで、だから安倍なんですよ、永久戦犯は。あいつが大嘘をついて、その吉井議員の質問主意書に対して全面否定しなくてですね、その可能性は捨てきれませんので、国と政府とそれから東京電力経営者全力でもって、全源喪失のないように、手配しますというふうに言ってれば、5年後の大津波が来ても全電源非常電源が水浸しになることはなかったと。25メーターかさ上げして80億円しかかからなかったんですね。だから安倍がこういう大嘘をついて見栄を切ったんで、勝俣以下の当時の経営会長以下の東電の首脳陣は社内で、全電源喪失の可能性があるんで、危険性があるんで、非常用電源を25メーター上まで持っていくべきだという部内でかなり強いですね意見が出てるんですけど、それを一蹴したんですね。なぜかというと、一国の総理大臣がその可能性はありえないという国会で正式に答弁したからということを口実にして、彼らは責任を回避したということなんですね。ということですね。砂月さん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。だからそれと同じなんですよ。100年持つ年金制度なんていうのは全くの大嘘。そして今日の推薦図書の朗読ですね。今日は、何回目かな、100回目かな。これも節目ですね。100回目になりましたね。第2節第4章構造改革のための25のプログラムの中の第2節になったんですね。権力の市場からの退却ということで、プログラム12、ここ非常に大事なんですよ。特別会計財と補助金を原則禁止すると、これですよ。今日のメインテーマと同じですね。だから特別会計とか財とをやめれば200兆300兆っていう財源出てくるんですよ。ということで、プログラム12特別会計財と補助金を原則廃止すると読みますね。我が国の財政が特別会計や財政投融資という、裏帳簿と補助金というのを、これなんだ、麻薬によって構成された利権システムに、出していると、堕落しているということは第一章で説明したと。権力による市場支配を財政面で支えているこの呪われた御三家を取り除くことは経済の再生と健全な社会の復活にとって不可欠だと。特別に会計について原則として5年間で、原則として全廃することを前提に見直すべきだと。また省庁ごとの所管制をやめ、とりあえず 2,3 年の暫定措置として全体を財務省の所管として国民に見えるものにすべきだと。
これが間違ってるんだよね。財務省じゃなくて国会なんですよ。国会に移管するんですよ。国会に特別委員会を設けて専門のスタッフを常駐させてそこに移管すると。だから自民党政権の財務省にあの移管しただけでは根本的な解決にならないですよね。その際、現行の38種類を一本化するとともに少なくとも4分の1の規模、約80兆円に縮小し透明かつ、簡素にする必要があると。200兆円、4分の1か320兆で、廃止または抜本的見直しの方法や緊急度は事業系、保険系、管理系、融資系、整理系など特別会計の性格によって異なると。港湾整備、空港整備、道路整備など事業系の特別会計と産業投資、開発資金融通などの融資系特別会計および電源開発促進、石油エネルギーなどの整理系特別会計の大部分は直ちに廃止すべきだと。また従来から9種類の税金が一般会計に入らず直接特別会計に投入され、国民にとってみれば納めた税金の具体的使途が国会の議決に付されないため、半ば行方不明の状態であったと。こうした不透明なを放置するわけにはいかないと。税金はすべて正規の一般会計に入れるべきと。当然ですよ。さらに従来から国家公務員の給与等人件費も半分以上が特別会計から支出されていると。国家運営の基本支出の一つである人件費管理費についてこのような不透明、不明朗は許されないと。年間40兆円の規模を持つ財政投融資制度は市場破綻の元凶であるから早急に廃止すべきだと。補助金も基本的に好ましからざる制度である。したがって公共事業や財党活動に関わる補助金はスケジュールを立てて早急に全廃しなければならないと。ただし現実問題として全ての補助金を一挙に廃止するわけにはいかない。特に教育、福祉、環境保護関係と仕掛かり中の公共事業の地方負担分に対する交付金等は経過的な処置を取らねばならないと。また民間が担っている福祉事業等に関する補助は将来市場経済への移行と税制改革の進展の中で税の選択的納付としての民間からの寄付に支えられるような誘導が必要であると。もちろん基礎的な福祉、教育、医療は中央地方の政府予算で責任を持つのが憲法上も当然であり、それが前提の話であるというところですね。だからそうなんですよ。だから財党40兆やめると。それから特別会計200兆もやめると。それだけで240兆ですよ。それと補助金がどのぐらいか分かんないですけど、まあ2、30兆あるんじゃないですか。それのほとんどをやめれば軽く200兆は出てくるんですよね。ですから今日のメインテーマでその日本国憲法第25条の生存権を字面でなくて本当に保障すると、国民に保障するというための4つの生存権基本政策っていうのを私は提案してるんですけど、それ合わせても112兆円ですから簡単に出てくるんですよね、これね。だからつながってるんですね、この石井幸喜さんのいわゆる朗読してきた部分ということで、今日の朗読した箇所だけでもアップしますね。第40条。こういうことですね。そしていよいよ今日のメインテーマですね。これにちょっと今日は時間が取られたんですね。テーマ
日本国憲法第25条生存権、すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するを字面でなく本当に国民に保障する政府とは何かということなんですね。ナンバー1なんですね。その政府とは以下の4つの生存権基本政策を実行する政府であると。その1、年240万、月20万のベーシックインカム、最低生活給付金を無収入の国民成人、3000万人いると仮定すると、3000万人に年240万、月20万支給すると。この無収入の国民成人国民とは、23歳以上の国民で失業者、専業主婦、高齢者、病人、身体障害者など収入がほとんどなく、国が最優先で生存権を保障すべき人たちのことを言うと。で、この無収入の国民成人が現在日本に3000万人いるとすると、仮定すると、年間、年1人240万、月20万で3000万人だと72兆円なんですね。と年間予算が72兆円となると。日本の GDP540 兆とすると、その約 13.3% となると。これが最優先なんですね。生存権ですからね。で、ナンバー2、次は子供ですね。14歳以下の子供たち、何人いるかというと、1541万人いるんですね。で、彼らに対して月3万円、年36万円の子ども給付金を支給すると。そうすると年間予算が 5.6 兆円なんですね。だから第1義が無収入の成人。で、第2が14歳以下の子どもたち。で、第3がですね、15歳から22歳の青年たちと。高校生、大学生、あるいは働いている若い人たち。何人いるかというと859万人いるということなんですね。で、年60万円、月5万円の青年給付金を支給すると。年間の予算が 5.2 兆円なんですね。で、4番目、これが非常に大きいんですけど、保育園、幼稚園から大学院まで全ての教育を無償にする、教育の無償化を行うと。で、年間予算は GDP の 6% ですから32.4 兆円となると。この4つの生存権基本政策、これを実行する政府が必要なんだということなんですね。で、この4つの生存権基本政策を実行するために必要な政府の年間予算は、この1から4を足すとですね、全部で 115.2 兆円なんですね。で、さっき言いましたように、特別会計200兆円から財投融資が40兆、それから政府の補助金、おそらく20兆とすると260兆円なんですね。その半分を廃止すると、直ちに停止するということだと、これで十分賄うんですよ。115兆円ですから。それで年間 115.2 兆円の予算で日本国憲法第25条生存権を字面でなく本当に保障する政府とは何かということで、それは利権特権を認めない覚醒した普通の市民が以下の日本支配勢力を打倒して一日も早く市民革命政府を樹立することだと。それじゃあ日本の支配勢力とは一体誰なのかということなんですけど、1、戦後70年以上にわたって日本の政治行政経済社会全てを独占支配してきた米国傀儡政党自民党、これを解体すると。から2番目、カルト宗教天皇教のさまざまな分派組織を解体するということなんですね。公明党創価学会、日本会議、統一教会、神社本庁、靖国神社、護国神社、在特会、右翼、暴力団などから3番目、以下に列記する5つの信用創造特権を独占支配してきた自民党政権、日銀、大手銀行、経団連、大企業、マスコミ学会、いわゆるアカデミックな学会ですね、大手労働組合などが独占支配してきた5つの信用創造特権、
これを剥奪すると。これはいつも言ってるんですね。5つとは何かというと、日銀が独占する通貨発行権、これを日銀から剥奪して、100% 国有化して、全ての権限を、衆議院の常設委員会に移すと。これが国民化なんですね。から2つ目、政府が独占する国債発行権。これは政府財務省が年間200兆円もの国債を発行して、全て大手銀行に、年9兆円もの金利を払って引き受けさせていると。これをやめるんですね。ゼロにするということは、国の借金現在110兆円1100兆円も世界最悪の国の借金を積み増してるんですね。それをやめると。借金はこれ以上増えないということのポイントは、政府が独占する国債発行権を停止禁止するということですね。そして1100兆円の国の借金は一体どのような過程で誰が積み重ねたかということを徹底的に捜査するために、衆議院がですね、特別検察官制度っていうのを設けて、必要な予算と人材とオフィス等々を与えて徹底的に、捜査させると。そしてその捜査に基づいて、この1100兆円もの国の借金を積み重ねた、いわゆる結局国家権力犯罪者ですね。自民党の政治家、大蔵省の官僚、日銀の総裁以下経営者経営陣、大手銀行の経営者、あるいはその1100兆円もの借金のおこぼれをもらってた大手経団連結集の大企業の経営者たち、あるいはマスコミとかですね、あるいは御用学者とか御用組合の幹部とかですね、等々を徹底的に、捜査し、告発し、逮捕し、裁判にかけて刑務所に送って、彼らに、1100兆円の借金を払わせると。国民が払うんじゃないですよ。積み重ねた張本人を捜査して、彼ら隠れてる彼らに全財産を吐き出させて、単内分は刑務所で太張りさせると。一生そのぐらい必要でしょ。から3つ目、民間銀行が独占する無からお金を生む詐欺システム、準備預金制度、これを廃止するってことですね。これなかなか分かりにくいんですけど、無から金を生み出すっていうのは何かというと、民間銀行に我々は預金口座を開いて、そこに給料とか、あるいは小遣いとかですね、等々を預けるわけですね。で、例えば UFJ、三菱 UFJ 銀行に、例えば1兆円の預金者の預金があるとすると、この準備預金制度っていうのは一種の保険だというふうに一般的には言われてるんですけど、準備預金利率っていうのが 1% でずっと固定されてるんですね。でこの 1% ってことは UFJ が1兆円の 1%100 億円を日銀の当座預金に、預託すると、たちまち1兆円の100倍100兆円の信用創造が生まれて、その100兆円の信用創造に高い金利をかけて、UFJ は個人とか企業とか地方自治体や政府に金を貸すということで、だから他人の金を元にして信用創造という一般には全く知られてない、システムで、金を貸して利子を受け取るということで、無から金を生む巧妙な詐欺システムなんですね。それをやめると
いうことで、ですから銀行は預金者が預けた現金の中から融資するということになるわけですね。そうするとほとんど潰れると思いますね。だから民間銀行なんかいらないんですよ。日銀が無利子で安い手数料で、全ての金融サービスを行えば済むわけでしょ。民間銀行なんかもういらないよと。資本主義産業革命等々が勃興した時は銀行がいわゆる実体経済に大量の資金を融資して大規模産業を育てたという時代的なメリットはありますけど、今は彼らの融資っていうのは実体経済なくて金融経済の方にほとんどいっちゃってるということで、実体経済を破壊してるんですよね。だからもう民間銀行いらないと、彼らの役割は終わったんだということなんですね。で4番目、銀行と金持ちが永遠に超え太る、金が金を生む金利制度と、これをやめると。だからイスラム教の金利を禁止するのと同じですよ。から5番目、これはこの石井幸喜さんの本をずっと読んでて、やはり一般会計100兆円規模の一般会計は国会で、野党等々が追及して、追及するということで、国民が内容がそれなりに国民に知らされるんだけど、その陰でですね、倍の200兆円規模の特別会計という隠れた政治家、自民党の政治家と官僚と大企業、大手銀行の秘密財源なんですね。これが隠されていると。だからこれを、廃止すると。特別会計を廃止して一般会計に一本化するという、今日ちょうどこれを読んだところですよね。この5つの信用創造特権、を剥奪すると。そして唯一残った信用創造特権としての中央銀行が国民のために信用創造すると。一万円札を刷ってそれを実体経済、あるいは福祉とか介護とか医療とか等々にのみ使うと。金融経済には一切使わせないということができる政府、これはもう私たちが言ってる、覚醒した市民、利権特権を認めない、拒否する普通の市民が政治社会勢力の中心となって、市民革命を起こして、早急に市民革命政権を樹立するということしかできないですね。だから今、年金で2000万必要だと、3000万必要だと騒がれてますけど、彼らがもう使い放題、使った後100年大丈夫ですという大嘘をついて、もう破綻してるんですね。破綻してるんですよ。だから根本的なところで、この戦後70年間米国の傀儡政党、自民党とそれからカルト宗教、公明党創価学会が支配してきたいわゆる支配と搾取の基本構造をひっくり返すという勢力が必要なんですね。だから既存の野党に政権交代をお願いするっていうのは全くの間違いなんですよ。ゼロからやった方がよっぽど早いんですよね。というのが今日のメインテーマで、ナンバー2に続くということで、これは非常に大事なテーマなんで、継続して、取り上げるということですね。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。キララカットさん、お団子ですね。砂月さん、申し訳ありませんが、本日は体調が悪いんで、明日拝聴します。お大事にしてください。シカゴさんもまだ入院中なんですかね。皆さん、体調が優れない方が増えてますよね、やはりね。
やはり被爆じゃないですか。3000万人が被爆しているという影響が出てきたんじゃないですかね。ということで今日のメインテーマをポイントだけアップしますね。憲法第25条っていうのは生存権を立派な規定で、謳ってるんですけど、歴代自民党政権含めて、この生存権の国民の権利を保障しない、全部の政府が保障しなかったんですけど、罰則規定がないから保障しなくてもそのまま通っちゃったということなんですね。で、この字面でなくて本当に国民にこの権利を保障する政府とは一体何かというタイトルなんですね。でその政府とは以下の4つの生存権基本政策を実行する政府だということなんですね。4つとは何かというと、最優先に、生存権を政府が保障すると、国が保障しなくちゃいけない人たちっていうのは、私の家庭だと3000万人の無収入の成人だと。失業されてる人、専業主婦で、収入がない人、あるいは病気の人、高齢者、あるいは肉体、身体的障害を持っている人、あるいは精神的障害を持っている人等々ですよね。3000万人と私は見てるんですね。でこういう人たちに、毎月20万、年間240万を政府がベーシックインカム、最低生活給付金として、支払うといった場合、予算としては72兆円なんですね。でこういう人たちですと。最優先に、生存権を保障する対象ですね。3000万人で3000万人いるとして、月20万年240万をベーシックインカムとして支給する場合、72兆円の予算が必要だということなんですね。 GDP の 13.3% ですね。540兆から2つ目、2番目が14歳以下の子どもたち1541万人に対して、月3万円、年間36万円の子ども給付金を支給すると。その年間予算は 5.6 兆円なんですね。そして15歳から22歳までの青年たちに対して、859万人いるということなんですけど、月5万円、年60万円を支給すると。そうすると予算が 5.2 兆円なんですね。そうすると無収入の成人とから無収入の子ども14歳までから無収入の青年15歳から22歳までと人たちに給付金として生存権を保障するということですね。で4番目、これ大切なんですけど、日本で一番高いんですね、教育費。保育園、幼稚園から大学院まで全ての教育を無償にすると。教育の無償化を行うと。これなんですね。でこれはもうアメリカは日本とアメリカあるいは韓国とか中国は違うか
ほとんどのヨーロッパの国は無償化してるんですよね。フランスなんかそうですよね。親は非常に助かるんですね。で、年間予算は GDP の 6%、32.4兆円と。日本の場合は半分ぐらいしか出してないんですね。残りは保護者が出すと。競争させてですね、わざと門戸を、入学の門を狭くして、受験戦争をさせてですね、金を出させるという巧妙な詐欺システムなんですね、これ、日本の場合。それで、この1234以上4つの生存権基本政策を実行するために必要な政府の年間予算は1234を足すと 115.2%、2兆円になると。特別会計 200兆円だから十分特別会計全廃したとして、お釣りが来るということですね。キララカットさん、この釣りがですね、115.2 兆円と。じゃあ年間115.2兆円の予算で、日本国憲法25条生存権を字面でなくて本当に保障する政府とは一体どういう政府なのかということなんですね。だから今の自民党自公政権なんかはできこないですね。だから自公政権を倒さないといけないんですよ。でそれは利権特権を認めない覚醒した普通の市民が以下の日本支配勢力を打倒して一日も早く市民革命政権を樹立するということしか可能性はないんですよね。野党に政権交代させても基本的な構造を変えるという革命的な勢力にならないですからね。戦後70年以上にわたって日本の政治行政経済社会全てを独占してきた米国傀儡政党自民党、これを打倒するんだと、解体するんだと。それから2つ目、カルト宗教天皇教。だから天皇っていうのは、天皇制というのはカルト宗教なんですよ。天皇制、それのさまざまな分派が戦前明治維新以降生まれ、それが形を変えて戦後もずっと生き延びて、ものすごい勢力になっているということで、公明党創価学会、日本会議、統一教会、神社本庁、靖国神社、護国神社、在特会、右翼暴力団なんかがそうなんですね。こういうものは解体、打倒解体すると。自民党、から3つ目が5つの以下列記する信用相続特権を独占支配してきた自民党政権、それから日銀、大手銀行、経団連、大企業、マスコミ学者、大手労働組合など、これは日本の支配階級なんですね。これを打倒解体すると。でその5つの信用相続特権とは何かというと、日銀が独占する通貨発行権、2番目政府が独占する国債発行権から3番目民間銀行が独占する無から金を生む詐欺システム、準備預金制度、これをもうやめると。で4番目、銀行と金持ちが永遠に超え太る金が金を生む金利、これをやめると。で5番目、特別会計、100兆円規模の一般会計とは別に自民党政治家官僚大手銀行
大企業の秘密財源となっている200兆円規模の特別会計、これをやめると。だから5つの信用創造特権を全て剥奪して、唯一日銀の通貨発行権を国会が全ての決定権を持つという国民化した日銀に国民のために使わせると。他の信用創造特権は全て廃止するということになれば、簡単にですね、115.2 兆円なんか出てくるんですよね。というのが今日のメインテーマでした。時間が今50分、51分ですね。視聴されている方が同時間で34名様、計110名様、コメント28件ということですね。ということで、今日のトピックスですね。林鄭行政長官撤回に言及と。これはすごいですね。香港の若者を中心にした香港の人たちの大勝利ですね。我々も後に続かなきゃということですね。それから、二カ現代、自民が陥った参議院目前の30区一人区に逆風状況一変ということで、日韓現代、それはそうでしょう。これほどの悪政を繰り返してきた安倍自公政権に対してもうレッドカードなんですよ。で、もうあれでしょうね。衆議院と参議院を同時選挙もうできないでしょうね。もうスケジュール的に。だから参議院で3分の2の議席確保できないですから、これで安倍は憲法改正という名のもとの日本国憲法を亡き者にして第二の帝国憲法に差し替えるという岸信介の果たせなかった夢を孫の自分が頑張ってやるんだというバカなですね、妄想に基づいた策動はこれで、終わりということでしょうね。で、だから徹底的にあれですよ、参議院選挙で自民党公明党を過半数割れさせないといけないんですよね。3分の2どころじゃなくて過半数割れに落とし込むと。で、山本太郎から黒川さんの、オリーブの木、それが1議席でも2議席でも3議席でもやはり議席を取るべきでしょうね。から3番目、金融庁老後最大3000万円必要と独自試算をしてたとワーキンググループに4月提示したっていう毎日新聞。2000万じゃなくて3000万必要だと言ってるんですよ。それほどまであいつらは食い散らかしたと。国民の老後資金を食い散らかしたんですね。そしてこれですね、今日の画像で取り上げましたニュース分析、ユン・ソギョルソウル中央地検庁次期検察総長候補に抜擢という、こういう人がいるんですね。韓国には。日本にはいないですけどね。みんな番犬になり下がっちゃってると。ひどいもんですよね。だからなぜかというと、70年以上も戦後70年以上もほぼ独裁的にアメリカの傀儡政党自民党政権、それからカルト宗教創価学会公明党が
日本の政治権力、行政権力、社会権力全てを独占支配してきたから、本来機能すべき、官僚組織が全部腐敗しちゃってるんですね。裁判所もそう、検察もそう、警察もそう、それから公安委員会、あるいは教育委員会、あるいは選挙管理委員会等々全部腐敗しちゃってるんですよ。こんな腐敗したいわゆる先進国ってないでしょうね。何でしたっけ。韓国の、これか。韓国の次期検事総長。これですね。ハンギョレ新聞。ぜひ読んでください。マイナス8。次、子供3人が相次ぎ自爆と30人死亡とナイジェリア、ボコハラムがひどいね、子供使って自爆攻撃、テロさせてるという。だからもう、イスラム国が支配勢力としての力を落としてきたということで、アフリカでボコハラムに、集中させてるんでしょうね。これやってるのがあれですよ、911自作自演した軍産複合体戦争派ですよ。それプラスイスラエル、サウジアラビア、カタール等々の産油国等々ですよね。彼らが資金援助して AI、イスラム国に暴れさせ、そして現在はアフリカのボコハラム等々のイスラム過激派を彼らに資金援助、軍事援助を戦略指南して、で子どもたちを拉致してですね、イスラム教で洗脳して自爆テロを起こさせているという。30人死亡ですって。3人の1人が男の子、2人が少女となってますね。ひどいもんですね。から韓国、これは2019年世界平和度指数っていうのがあるんですね。それで韓国は163カ国中55位と、日本は9位とかなんだって。これは韓国の中央日報日本語版ですね。これは毎年、国際シンクタンクの経済平和研究所が発表してるんですね。で2019年のやる163カ国のランキングを発表したと。でトップがですねアイスランドで、11年連続なんですって。平和な国なんですね、アイスランド。次にニュージーランド、ポルトガル、オーストリア、デンマーク、日本は9位と。米国は128位だから、本当危ない国なんですね。中国は110位と。110位と。で、最も平和でない危ない国はアフガニスタン、シリア、南スーダン、イエメン、イラクと。これはもう完全にさっき言った軍産複合体戦争派が内戦を仕掛けたところ全部がそうですよね、最悪の状態になってるんですね。これはなんだ。そっか。
こういう報道もあれですね、日本の新聞は、マスコミは取り上げないですね。これ韓国の中央日報、日本語版ですよ。から世界人口2050年には97億人になると国連が予測したということで、現在72億円ぐらいかな、2億人ぐらいかな、現在77億人だが、2050年には20億人増えると。日本はどんどん減るんですね。そして今日の重要情報ですね。上田晋也サタデージャーナル終了の不可解と政権批判する貴重な番組と、年金問題でも鋭く安倍政権の責任を追及していたと。だからこれリテラルの記事ですけど、こういうのが真っ先にやり玉に上がって番組自体がなくなっちゃうという、そこまで露骨に圧力かけてるんですね。もう余裕がないんでしょうね、あいつら。 TBS ですよこれ。テレビ朝日だったら分かるけど TBS もあれなんだね。こういうことやるんですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。時間が61分ですね、41秒と。視聴される方が同時期で30名様、全体で115名様、コメントが37名ということですね。時間がちょうど真夜中になりましたね。12時ですね今ということで、今日2800回目の放送はこれで終わりです。火曜日で、明日水曜日はそういうことで、お休みさせていただきますので、木曜日ですね、よろしければまたご利用してくださいということで、今日の、メインテーマずっとやろうと思いますので、よろしくお願いしますということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございます。夜遅くまでですね付き合っていただいてありがとうございました。中んさん3193コンティニューコインですね。ということで、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。